どうもクピーチャンネルです。タウンエースベースキャンピングカーレジストラオールで車中泊します。この車、家族で車中泊できるキャンピングカーとしてとても気になっております。でもキャンピングカーって実際に使ってみないとわからない不満などありますよね。自分は特に走りとボディの断熱と遮音がとても気になります。今回は氷点下で寝てみて断熱を体感、車中飯も作り快適性を確かめます。そして山道を走り上りの走行性能を確かめ燃費も測ります。最後に実際に車中泊してみて感じたメリットデメリットをメーカーさんへの忖度はなしでお伝えします。リアルな使用感を動画にしたかったので長くなってしまいました。よかったらお酒飲みながらご飯食べながら新年一発目の車中泊動画楽しんでいただけたら嬉しいです。それではタウンエースベースキャンピングカー興味ある方ぜひ最後までチェックよろしくお願いします。はい、今気温がですね、なんと外が氷点下ですね。マイナス 0.7 度で、中が今 F ヒーターつけてるんで 20.6 度、20度差あります。ちょっと外どんな感じなんでしょう、見てみます。うわ、めちゃくちゃ寒いです。駐車場はもう誰もいません。これ一回電気消してみますね。何も見えません。あ、でも星は綺麗ですね。ちょっとカメラでは映らないと思いますけど、明日の朝楽しみですね。どんな景色なんでしょうか。それでは車内戻ります。やっぱり山梨県って標高高いんですね。関西とは段違いで寒いです。でまた温度下がってますね。マイナス 0.8 度、中が 21.4 度。これまだまだ下がりそうですね。それでは寝る準備していきます。それでは寝ます。今回はこの下のフロアでベッド展開して寝ます。でこのフロアのベッド展開は3回目になりますんで、かなり早くできると思います。タイム測ってみます。はい、時間が56秒でした。前回2回目やった時が49秒だったんで、だいたい一緒ぐらいですね。1分以内ぐらいにベッド展開可能という感じになりました。寝るときは FF ヒーター切っときます。これで明日の朝温度調べて断熱性を検証します。今がですね、外がマイナス 1.3 度、中が 22.1 度ですね。いやー、しかしこの山小屋感めちゃくちゃ落ち着きます。これはぐっすり眠れそうです。外は真っ暗なんですけど、中は全然怖くないんですね。それでは寝ます。おはようございます。
ただいまの気温が外がマイナス 0.6 度、中が 6.4 度です。ちょっと寒かったんですけど、しっかり眠ることができました。もうベッドが広いんで家より快適でした。これは一人使いだったら贅沢ですね。あとはこのテーブルですね。これをはめてこれで完了です。このソファーかなり柔らかくて寝心地が良かったです。で、今日はですねサービスエリアで車中泊しますんで、こっちのバンクベッドで寝てみたいと思います。かなり広いのでこちらも楽しみです。それでは朝ごはんの準備していきます。で、今日はですね昨日の晩残ったアワビの煮貝の汁ですね、こちらでご飯炊いていきます。今回無洗米持ってくるの忘れてスーパーで普通のお米買いました。で、ギャレーで少し洗ってこの中に入れます。家から持ってきたお水で最後は洗います。アワビの煮貝の汁に入れていきます。すごい甘い匂いします。お米 1.5 合でちょうどぐらいになりました。これかなり美味しそうですね。はい、それでは電源入れて炊いていきます。ポータブル電源はエコ風呂の出るためにです。出るために残量昨日一晩使って残り 70% ですね。まだまだ大丈夫ですね。で、今消費電力は 287W 出てます。それではご飯が炊けるまで RV パーク散歩します。ここが RV パーク南清里です。このコーン立ってるところが RV パークですね。で、こっち側は道の駅になります。で、奥の方にも広い駐車場がありました。昨日の夜は鳴ってなかったんですけど、なんか朝からずっとここで音楽が流れてます。昨日出たゴミ、レジストラールのサイドの収納にしまってきます。やっぱりゴミは車内に置いとくと匂いしますんで、こういった外の収納やマルチスペースとかあったら本当助かります。で、 RV パークの方に電源も使えるようにしていただいたんで、もうあまり時間ないんですけど軽く充電してみます。で、中のバッテリーの表示パネルが今 13.9V になりました。さっき挿すまでは 12V ぐらいでした。電圧が上がってます。向こうに道の駅のお店あるみたいなんでちょっと行ってみます。道の駅南清里のマップありました。なんかドッグランとかですね、あとはケーブルカーがありますね。うわー、すごい、あれですね、これがケーブルカーですね。道の駅の中にこんなんあんのすごいですね。じゃあちょっとお店の方入ってみます。アルコールですね。はい、いろいろ買ってきました。家族のお土産も買ってきました。それでは車の中戻って朝ごはんいただきます。昨日ステーキした匂いは全然しないですね。やっぱりマックスファン回していたんでかなり効果あるようです。車中飯する方はマックスファン絶対あった方がいいですね。高速道路サービスエリアで来る途中に買ったこの信州スモークサーモン、それとこれ名物ですよね、長野県の野沢菜、いただきます。
いただきます。はい、ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。ご飯もですね、1合あったんですけど、ペロッと食べちゃいました。やっぱ信州とか山梨はご飯が美味しいですね。それでは片付けます。はい、片付きました。もうこれで走行できる状態です。で、今日また時間ありますんで、気になっていたこれ一般道ワインディングですね。このレジス R で走ってみます。で、この辺が八ヶ岳、すごい有名な高い山ですね。いっぱいあるみたいなんで走ってきます。ここに赤岳ですね、すごい大きい山あります。で、この辺ワインディングロードあるみたいなんで、とりあえず行ってみます。もうこのぐらいの山走れたらどんなとこでも走れますよね。楽しみです。そして持ってきたエコフローのデルタミニの残りが 27% になりました。また電気で調理したいんで、これ走行充電します。はい、でここに後ろを挿して、こっち側は車のシガーソケットから充電します。で、ケーブル長さ足りなかったんで、ここに置いときます。これ運転席の後ろとソファーの間が結構スペースありますんで、こんな感じでポータブルバッテリー置いたりできます。あとは細い8リッターの車載冷蔵庫ですね。こういうのも運転席の後ろ置いとけばすぐに飲み物とか取れそうです。外部充電入力してましたんで、今が 14.1V ですね。で、これで一回抜いてみます。はい、ありがとうございました。外部電源抜いたら電圧が 13.3V に下がりました。じゃあこれで行ってきます。一晩経って久々に車を運転すると、なんか軽っていう感じがまたしました。やっぱりトルクありますね。こんだけ大きいシェル乗ってると思えないです。乗用車のようにぐんぐん進んでくれます。この後ワインディングなんで、そこでどのぐらい走ってくれるのか楽しみです。看板に 1300m とありました。めちゃくちゃ高いですね。結構アップダウンが激しくて、今上りなんですけど、上りになるとギアが下がってエンジン回転数上がります。そして力強く上っていきます。失速したらアクセルを強く踏めばまた速度が戻っていきます。標高 1420m です。で、今ですね、ずっと下りが続いてるんですけど、ブレーキがやっぱり速度出ると怖いですね。なので早めにブレーキングしていった方がいいですね。この辺はキャブコン全般に言えることだと思います。いやー、しかしぐんぐん登っていってくれるな。これもしインディとか軽キャンだったらですね、もう全然速度出てないと思います。やっぱりですね、こういった坂道ワインディングなどを気持ちよく走るにはタウンエースクラス必要ですね。しかもこのレジストラ R はマイナーチェンジしてパワーアップされたタウンエースがベースなんで、さらにトルクフルに登ってくれます。いやー、この車両欲しいな。ここですね、
右曲がったら展望台があるみたいに、あ、ないですね。ここもやっぱ閉まってますね。やっぱりあれなんですかね、冬季は閉鎖されてるんですかね。しょうがないですね。こんな高原に道の駅あるんですね。標高 1000m とかですよね。すごいですね。どんな場所か楽しみです。はい、到着しました。道の駅小淵沢到着しました。いや、すごい空気がひんやりします。これ今アプリで標高を見たら993メートルです。すごいですね。道の駅1000メーターの道の駅です。今ちょっと一周してきたんですけど、向こうに温泉があったり、あとは RV パークもありました。かなり車中泊向きなスポットですね。それでは道の駅で少し買い物して車内でお昼ご飯いただきます。吉田のうどん、山梨県富士吉田の郷土料理。ほうとうが結構有名だと思うんですけど、この吉田うどん光丹で買ってきました。もうこれは汁も入ったタイプですね。これ入れて温めるだけです。めっちゃ簡単です。ポータブルバッテリーなんですけど 35% に少し増えました。これで温めていきます。いただきます。うんうんうんはい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。関西人も納得のうどんですね。これは塩分控えようと思ってたんですけど、全部飲んじゃいました。はい、それではきれいにして来た道ですね、戻って最後燃費測りたいと思います。ポータブル電源が現在 28% ですね。今日の夜また使いたいんでシガーソケットで走行充電して帰ります。それでは来た道また戻って最後ミスティック双葉店行きます。そこでガソリン給油します。あ、ここですね。行きと同じガソリンスタンドです。それではここで給油していきます。レギュラー満タン166円ですね。はい、満タン入りました。では場所を変えて燃費計算します。はい、近くのスーパー到着しました。今日の夜の買い出しありますんで、ついでにここで燃費計算して最後に車中泊で感じたメリットデメリットをお伝えします。
で燃費計算していきたいんですけど、ここでですねちょっと自分やってしまいました。よく考えたら FF ヒーターってガソリン消費するんですね。だいたい一晩で2リッターぐらいガソリン消費します。なので純粋に燃費がわからなくなってしまいました。今回はもうしょうがないので参考程度に見てもらいたいなと思います。とりあえず FF ヒーター使って1泊2日の車中泊行った時の燃費みたいな感じで見てくれたら嬉しいです。その後一応2リッター引いて計算してみます。まずは FF ヒーター込みのガソリンの燃費を測ります。走行距離 102.5 キロ割る入ったガソリンが 12.84 リッターですね。でこれで計算すると 7.98 約1リッターあたり 7.98 キロメートル走る計算になります。ほぼリッター8ですね。それでは次は FF ヒーター一晩つけた2リッターを引いたガソリンで計算してみます。入ったガソリンが 12.84 なんでそこから2リッター引きます。なので 10.84 で割れます。 10.84 で計算すると 9.45 ですね。軽キャンピングカーとか比べるとかなり燃費悪いですけど、普通のキャブコンですね、大きいやつに比べると燃費はいいと思います。で今回 FF ヒーターもつけてしまったんで、今日ですね高速道路の燃費測りますんで、その時はもう FF ヒーターつけずに燃費測りたいと思います。それではレジストラアウル初めて車中泊してみて感じたメリットデメリットなんですけど、まずはデメリットからいきます。これ YouTuber だからかもしれないんですけど、ちょっとこの辺が暗いんですね。でこっち側はスポットライトがあるので明るいです。でこれが撮影の時照明欲しいなと思いました。でこれ YouTube 以外にでも例えばパソコン作業する時とかテーブルとか少し暗いなとは思いました。でこれ多分暗く感じるのは自分がおっさんになって目が少し悪くなったからっていうのもあると思います。あとは茶色が結構ありますんで光の跳ね返りっていうんですかね、それが少ないと思います。普段ゆっくりしている時とか休憩している時はこのぐらいが一番いいと思います。ちょっと細かいんですけど、あえて個人的な感想として言わせていただきました。で次ですが、これ最初も思ったんですけどやっぱりテーブルぐらつくんですね。なんかちょっと鍋とか重いものはやっぱりやめた方がいいですね。で調理はできればこっちでして、これは軽く使う方がいいかなと思いました。これやっぱりぐらつくんですね。でこれはしょうがないと思いますが、あえてデメリットとして言わせていただきました。そして次がこのベッド転換ですね。ここをロック外して引くんですけど、こうですね、この引くやつがね結構難しくて左右均等に引かないとダメなんでコツがありました。3回やったんですけど3回ともうまくはいきませんでした。ベッド転換スムーズにするには練習が必要なようです。そして次メリットなんですけど、このギャレーなんですけどすごいコンパクトなんですけど洗い物もできてめっちゃ良かったです。で高さですね、あとすごいやりやすかったです。次も車中飯寄りのメリットなんですけど、この台がやっぱり3つあるのがすごい良かったですね。ここでご飯炊いてこっちでシャキ焼いたりとかしてたんで、そんな感じで台がいっぱいあればやっぱり車中飯する方はかなり便利だと思います。次なんですけど立て付けがすごいいいんですね。細部までしっかり作られてます。こういった湾曲のとこですね、こんなんも綺麗に作られてます。すごい気持ちいいですね。ビルダーさんの腕のレベルが高いんだと思います。そして次はこの山小屋感ですね。この壁初めて車中泊してみたんですけどすごい良かったです。止まったところが真っ暗で結構怖かったんですけど、この中入るともう全然怖くなかったです。本当リゾート気分を味わいました。そしてこの断熱ですね。今回氷点下車中泊だったんですけど中は7度ぐらいでしっかり断熱効果ありました。あと夜中に FF ヒーターつけて切ってから1時間ぐらい放置してもずっとあったかいんですね。なんで断熱効果はかなり高いと思います。あともう一個気になるのがこの壁の遮音性ですよね。外の音がどのぐらい聞こえるか。今回泊まったとこはめちゃくちゃ静かだったんで、今日ですね高速道路で車中泊しますんでそこは結構うるさいと思いますんで、
どのぐらい音が聞こえるか体感してみたいと思います。楽しみです。それでは走りに関して個人的に感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットなんですけど、バックカメラないと後ろ見えないんですね。ルームミラーから見える後ろの窓が上の方しか見えないんで、下の方が見えないんですね。なので背の低い車だったら後ろいるの分かりません。バックカメラモニターは必須だと感じました。はい、次も視覚なんですけど、この左後方ですね、この辺の視覚がめちゃくちゃ見にくかったです。なのでこれもなんか対処した方が絶対いいと思います。走りに関してはロールが大きいので急カーブはかなり速度を落とさないと曲がれません。これはレジストロ R というかキャブコン全般に言えることだと思います。今回山道走っていてこのぐらい速度を落としたらいけるかなと思ったら、まだまだ落とさないと曲がりにくい場面がありました。次は一般道を走ってみてのメリットなんですけど、まずはこの駐車場ですね。かなり小回り利きますんで、こういったスーパーの駐車場、あとはコンビニとか全然問題ないです。これは普段使いもできるんで嬉しいですね。一般道を走ってみて、このトルクフルの走りですね、交通の流れ問題なくついていきました。ターンエースマイナーチェンジされてさらにパワーアップしてますんで全然問題ありませんでした。今回は一般道以外にワインディング山道も走りましたが、普通車についていける速度で走っていきました。コーナリングだけですね、気をつけたいのは。パワーは問題ありませんでした。マイチェン後のタウンエースキャンピングカーかなり好感触でした。いや本当欲しくなりました。問題は高速道路の途半車線ですね。今回山道は問題なく走ってくれたんですけど、高い速度域でちゃんと速度をキープできるのか、またきつい上り坂で加速をしてくれるのか、今から高速道路行って車着していきます。で走行チェックしてきますんで、これも問題なかったらかなり使えるキャンピングカーですね。それでは行ってきます。